今回は、チェンソーマンの最強キャラクターを、ランキング形式で紹介していきます。この動画の内容は、第1部の最終話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。また、このランキングは、作中で戦闘シーンが描かれたキャラクターのみを対象にしています。それでは早速見ていきましょう。10位。天使の悪魔。第10位は、天使の悪魔です。天使の悪魔は、公安、大麻得意4課の中で、岸辺の次に強いとされるキャラクターです。本人のやる気がないため、戦闘シーンは少ないですが、その能力が非常に強力なので、第10位としました。天使の悪魔の能力は、人間の寿命を吸い取り、武器にする。天使の悪魔が作った寿命武器の威力は強大で、人形の悪魔によって作られた人形を相手にした際は、わずか5年の寿命を使用しただけの剣で圧倒しています。ストーリーの終盤では、マキマの命令で、寿命1000年の武器を生み出しており、その強大な力によって、覚醒したチェンソーマンに大きなダメージを与えています。9位。吉田博文。第9位は吉田博文です。吉田は民間デビルハンターでタコの悪魔と契約しています。ちなみにこのタコはメスです。体術最強のクアン氏と殴り合いをしても瞬殺されず、リベンジ戦では顔面蹴りをしており、アメリカからの刺客も悪魔の力を使わずに瞬殺しています。このように作中でも屈指の強さを誇るキャラクターです。番外編。岸辺。ここで自称最強のデビルハンターである、岸辺について見ていきます。吉田が、マキマさんが護衛を依頼したのは俺も含めて三流と話すシーンで、岸辺は、なら俺は四流になっちまうぞと返しています。このように現在の単純な戦闘能力では、岸辺よりも吉田の方が強いと考えられます。しかし、長年第一線で生き残り続けている戦闘経験を加味すると、吉田と同程度の強さを持つ存在だと考察されます。岸辺は、電磁やパワーの戦闘指南役を担当したほか、公安の中にも多くの弟子を抱えています。契約悪魔は、爪、ナイフ、針の悪魔で、詳しい能力は不明ですが、最盛期には文字通り最強のデビルハンターだったのでしょう。しかし現在は長年のデビルハンターとしての活動で、代償に払える身体の部位が残っておらず、気軽に悪魔の力を借りることすらできません。また、比較的高齢のキャラクターであるため、運動能力が低下している可能性も考えられます。とはいえ、まともに受けたら死ぬと吉田が発言したクアン氏の攻撃を、頭部に受けても大きなダメージを負ってる様子はありませんでした。これが本当に人間の防御力なのかは怪しいところですが、上位に食い込む実力者であることは間違いありません。8位。レゼ。8位はレゼです。レゼは可愛らしい見た目をしていますが、ソ連が国家のために作ったモルモットと呼ばれる戦士です。か弱そうな見た目ですが、武装した大男を素手で倒す高い戦闘能力を持っています。電磁に少年らしい恋や日常を運んできたレゼは、電磁の心臓を狙ってやってきたソ連の刺客で、電磁たちと凄まじい戦闘を繰り広げました。レゼは電磁と同じように悪魔に変身することができる存在で、首についているチョーカーのピンを外すと、ボムこと爆弾の悪魔に変身します。あくまでも人でもない武器人間のレゼは、電磁と違って悪魔の能力の使い方を熟知しています。爆発で空中を素早く移動し、車で逃げる電磁たちを追跡したり、自分の指をわざとチェーンソーで切らせ、超至近距離で爆撃をしたりと、非常に応用力、攻撃力の高い攻撃で、電磁を含む公安デビルハンターたちの脅威となりました。身体魔4課の中でも強いと言われていた暴力の魔人も、歯が立たず撤退していましたし、電磁も何度も殺されていたことから、この順位にしました。レゼ編については、一本の映画になりそうなほど、綺麗にまとまっていました。アニメになるのか映画になるのかはわかりませんが、動くレゼの姿を見るのが楽しみです。個人的にはシャークネードをオマージュした戦いが、どのように映像で表現されるのかも楽しみです。7位。電磁。第7位は、主人公の電磁です。電磁は胸のスターターグリップを引くと、チェンソーの悪魔、チェンソーマンに変身できます。電磁の強さは何と言っても、3日間眠らずに悪魔を殺し続けることができるタフさと、誰も思いつかない斜め上の発想を実行するクレイジーさです。電磁の他者が理解できないクレイジーさは、悪魔との戦いで非常に有利に働きます。闇の悪魔の力で深い知識を得たサンタクロースは、
自分が理解できないデンジの行動が怖くなり、デンジに敗北しています。また、ラスボスの支配の悪魔との戦いでは、攻撃で倒せないなら食べるというクレイジーな発想で、髪の毛からつま先まで綺麗に食べてしまいました。そんなデンジですが、戦闘経験が少なく、チェンソーの悪魔の力を正しく使えてないことが欠点と言えます。6位。クアン氏。第6位は、クアン氏です。クアン氏は、元バディの岸辺から、全人類が集まって、素手で殴り合う競技があったら1位、と評されている実力者です。その評価通りクアン氏は、悪魔の力を使わずとも、非常に強力な攻撃手段を持っており、双剣を構えて凄まじい速度で駆け抜け、40人以上を一瞬で輪切りにできます。生身でこの範囲の攻撃ができるキャラは、クアン氏だけでしょう。早すぎて死んでいることに気がつけないデビルハンターたちの姿が衝撃的です。そしてクアン氏は、デンジやレゼのように弓矢の悪魔に変身できます。弓矢の悪魔の姿になったクアン氏は、両腕にボウガン、顔面に弓と矢という、物々しい姿になります。その矢の威力は凄まじく、闇の悪魔の力で強化されたサンタクロースとも互角に戦える、非常に高い攻撃力を持っています。負ける姿が想像できなかったクアン氏ですが、マキマによって首を切られ、命乞いしながら死んでいく悲しい最後を遂げました。このクアン氏の死は、マキマの強さを読者に印象づける死でした。5位。サンタクロース。第5位は、人形の悪魔の力を使うサンタクロースです。人形の悪魔は、触れた人間を人形にして操る能力があります。しかも、その人形に触れた人間も人形になってしまうため、非常に厄介です。サンタクロースは多数の人形に襲わせる物量作戦で、デンジたちを苦しめました。人形に触れられて人形になってしまうのは人間だけで、魔人のパワーや悪魔に変身できるデンジはその効果を受けません。そのため、デンジやパワーは人形と密着して戦っていましたが、契約者であるサンタクロース本人が触れれば、魔人でも人形にできることがわかっています。サンタクロースの能力の中で一番厄介なのが、精巧な人形に契約の代償を払わせることで、多くの悪魔の力を使えるというものです。サンタクロースは、精巧な人形1の老人を使って地獄の悪魔と契約し、デパートにいる生物を地獄に送り、精巧な人形2の通りか、元人間を使って、闇の悪魔と契約することで闇の悪魔の肉片を手に入れました。サンタクロースは闇の悪魔の肉片によって、人間を超える力と知識を手に入れ、異様の姿へと変貌しました。闇の悪魔の肉片を取り込んだサンタクロースは、痛みを別の人形に分散させたり、闇の中ですぐに回復するといった、厄介な能力を有しています。クアン氏の攻撃でバラバラにされても即回復するため、倒すことは不可能と思われましたが、最終的に電磁の光の力と宇宙の魔人の能力でハロウィンのことしか考えられなくなり、燃え尽きて死んでしまいました。4位。銃の悪魔。第4位は銃の悪魔です。銃の悪魔はすでに何者かに倒されており、現在は核爆弾のように各国々が抑止力としてその肉片を所持しています。作中でマキマを襲った銃の悪魔は、アメリカ大統領が自国で所持している 20% の肉片と契約したものなので、本来の 20% の力しかなかったと推測できます。本来の 20% の力しか出せていない銃の悪魔ですが、その攻撃力は凄まじく、一度の攻撃で多くの人々を瞬殺しています。銃の悪魔に倒された人々の名前が犠牲の数を静かに物語っています。このように圧倒的な殺傷能力を見せて、一度はマキマの頭部を撃ち抜いた銃の悪魔ですが、その直後に復活したマキマが利用した、天使の悪魔、罰の悪魔、蛇の悪魔、雲の悪魔、未来の悪魔を複合した能力によってあっさりと敗北し、魔人化しました。このように第1部ではマキマを前に敗北してしまいましたが、第2部では再び姿を現すのでしょうか。作中で語られた永遠に倒せないという設定がどうなるのか、今から楽しみです。3位。マキマ。第3位はマキマこと支配の悪魔です。マキマの強さの根幹は、人間や悪魔を支配することで、自身が悪魔であるにもかかわらず他の悪魔の能力を使える点です。一般的に魔人や悪魔は悪魔と契約することはできないため、非常に得意な力です。また、支配の能力と同じくらい厄介なのが、マキマへの攻撃を日本国民が肩代わりする契約です。
他にも、小動物の耳を借りて、世界規模で情報を掌握することができ、この能力によって、情報戦、心理戦を有利に進めています。戦闘において、マキマの攻撃方法はとても多彩です。遠隔で圧死させる能力や、睨むことで流血させる能力、銃のような攻撃能力など、最終的には、パワーの血の能力と、電磁の頭を使った愛の作戦に敗北しましたが、数ヶ月後には、ナユタとして転生しています。死んでから数ヶ月後にナユタが発見されていることから、短期間で地獄で殺されていることがわかります。つまり、支配下の存在を増やす前の状態ならば、そこまで強くないと考察されます。2位、チェンソーマン。第2位は、助けてチェンソーマンの声で復活した真の姿のチェンソーマンです。真のチェンソーマンは、悪魔を食べることでその名前の存在を消す力を持っていて、この能力が多くの悪魔から恐れられているため、非常に強力な存在となっています。地獄の悪魔によって地獄に落とされ、大量の血と共に帰還するシーンは圧巻です。真の姿となったチェンソーマンは、作中でも圧倒的に強く、1対8という人数不利な状況でも難なく勝利しています。これには戦いを挑んだマキマも勝てる気がしないと漏らすほどでした。これまでに支配の悪魔であるマキマを26回殺していることもわかっており、マキマよりチェンソーマンが強いのは確実です。1位、闇の悪魔。第1位は、闇の悪魔です。宇宙飛行士の演出が衝撃を与えた闇の悪魔は、根源的恐怖を司る悪魔であり、生まれてから一度も死んでいない超越者です。チェンソーマンに出てくる悪魔は、闇の悪魔以外は生まれてから1回以上は死んでいます。先ほど紹介した支配の悪魔ですら、地獄に戻って短期間で死亡し、ナユタとして人間の世界に戻っています。このように支配の悪魔がすぐに死ぬような環境で生き残り続けている闇の悪魔は、第1部で登場したキャラクターの中では当然ながら最強と言えます。闇の悪魔の攻撃方法はマキマと同じようにかなり多彩です。その場にいる全員の腕を一瞬で切り落とす、石の悪魔の能力を反射する、呪文を唱えて相手を穴だらけにする、睨んだだけで相手を流血させる、など、電磁たちが手も足も出ないほどの別次元の強さを持っています。ちなみに一瞬で切り落とした腕で、マキマの文字を作るほどの余裕も見せています。他にも、鈴の音によって大ダメージを与える、不思議な剣も使用しています。また、闇の悪魔は、電磁のチェーンソーによる攻撃が届かない不可思議な防壁や、闇の中で回復する回復能力も持っており、防御の面でも非常に強力です。敵対するキャラクターだけでなく、読者にも絶望を与える圧倒的な存在と言えるでしょう。闇の悪魔はマキマと戦闘しましたが、人間界から隔絶された地獄で、マキマの復活する契約が適用されていたか不明なため、もしマキマが地獄の悪魔と契約して地獄から脱出しなければ、鈴の剣の攻撃で勝負がついていたかもしれません。第2部では闇の悪魔以外の超越者の登場が楽しみですね。以上、チェンソーマン最強キャラクターの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんの考える最強キャラクターをコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルではチェンソーマンの解説、考察をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。